はい、皆さんこんにちは。ミニッツ開発リーダーの岩崎です。なんかあれですね、ザ・梅雨って感じで雨の日が続いてますけれども、今日はですね、少し前に MR03 エボなどをですね、標準搭載しているボールデフに関して、あの03シャーシ用のですね、ボールデフの調整方法っていうのをご紹介したかと思うんですけども、あの回にですね、コメント欄で次は AWD 用のボールデフの調整をやってほしいっていうご要望をいただいたのでですね、今回は AWD 用のボールデフの調整をご紹介したいと思います。はい。こちらにですね、ボディついちゃってるんですけども、私のテスト車両なんですけども、MA030 エボ、こちらのシャーシーがあります。で、こちらですね、一応前後にボールデフが今装着された状態です。金属製のやつですね。青いアルマイトカラーのついてる、ボールデフが前後に入ってます。で、物は同じなので調整方法は同じなんですけれども、ちょっと作業の簡単さということで今日はフロントを題材に紹介をさせていただきます。調整方法に関してはリアも一緒なので、ちょっとフロントの調整方法をご紹介した後に、ちょっとリアに関しては説明したいと思います。はい。03の時はですね、ギアがもう外に出てるので、外部からこう調整できたんですけれども、AWD の場合は中に入ってますので、調整機構も一緒に中に入ってしまってますので、まずはちょっと調整できる状態にするということから始めます。はい。030の場合は、ボールデフの向きからしてですね、調整にはこの 1.5mm の六角を使うんですけれども、今日はちょっとこの、ツールを持ってきてますけども、通常のL 字型の 1.5 のレンチですね、あれでも調整は可能です。で、その調整のビスがこういう方向で入ってますので、こちら側を調整できるように露出させます。ボールデフ単品までしなくても外れますので、まずはですね、その状態にしたいと思います。ちょっとこれ030とか、020系は、こっち側ですね、シャフト抜いていただくと、このままナックルごとですね、このように、外れます。この状態ですと、このカップですね、カップジョイントのところがこう露出しますので、この中にこの 1.5 ミリのこのビスで止まってますんで、今ちょっとこれちょうどかかってる状態なんで、回すとこう回ってると思うんですけども、この状態で調整をします。で、もともと03の時と一緒で、デフ自体の動きが、この状態ですね。4駆の場合は、単品で動かすときはこの後ろで見るときは前二輪をこう止めた状態でですね、こうしてこう見てもらうと。で後ろの場合は、前ですね。前で見たい場合は、後ろ二輪を手で押さえてこう回していただくと、こう滑りのスムーズさっていうのが、分かるようになります。03の時と一緒で、この状態でゴリゴリのやつは、基本的にはダメなので、ここがこうスルスル動くのがまず最初の条件です。で、締め込んでないのにゴリゴリの場合は、もうボールデフの中がですね、結構そのプレッシャープレートとかに深い傷が入ってたりする場合があるので、ちょっと今日はその新品で状態がいいものを使うという前提のもとお話をします。はい。それでですね、組んだ状態で、スルスルに動くのが前提として、そこからですね、こちら側から入れると、さっきも言ったようにこう締められる状態になります。この状態で反対側のタイヤを押さえて、締めていただくと、こうプレッシャープレートとプレッシャープレートの中にボールが入ってるんですけども、それをこうギューッと縮める、締めていく方向になります。なので効きを強くするという感じですね。今はフロントで説明しているので、こちらサイドから入れて、こちら側のタイヤを押さえて右に回していただくと硬くなって、左側に回していくと、利きは緩んでいくという方向になります。で、これが、同じデフがリアにも入ってるんですけど、
この駆動の都合上ですね、デフがこう反対向きについています。なので、リアで同じ作業をするときは、こちら側を外してください。ちょっと WBCO なんかだと、フロントに比べるとちょっと面倒ではあるんですけども、いずれにしろこのカップジョイントのここがですね、露出できて、同じようにこうレンチが入れられるところまで外せばいいので、必ずしも全部外さなくても、ご自身の作業のしやすいところを外していただければいいかなと思うんですけれども、その場合はですね、こっちを押さえて、こっちからこう入れて、締めたり緩めたりっていう作業をします。はい。こんな感じでですね、締め込んではいくんですけども、やっぱりガリガリになるまで締めちゃうとよろしくないので、スルスルに動くところの範囲で、強くしたり緩めたりを調整していただくといいかなと思います。はい。でですね、ここからが、AWD のシャシで前後にボールデフを組んだ場合に、調整で、車の特性をちょっと変えられるというのをご紹介します。基本的には前後にデフが入っていて、前後ともですね、同じような効き具合に調整すると、本当均等に駆動も伝わるので、実車でいう本当に普通のフルタイム4駆のような感じになります。いわゆるニュートラルな普通の四輪駆動の特性ですね。ノーマルプラスアルファぐらいの感じになります。で、そこから例えばなんですけど、同じ利きの状態からリアを少し強めに効かせるようにします。そうするとですね、リアの方がその押す力が強くなるので、どちらかというとこうリアから押すような車のセッティングになります。だから実車でいうと、例えばこういうアウディとかですね、もともとの後輪駆動ベース、日産の GTR なんかもそうですね、もともとの後輪駆動ベースの 4WD、もともとのミッドシップリア駆動ベースの 4WD、ランボルギーニのウラカンとかああいうのですね、ああいう感じの動きになります。4駆なんだけども、ちょっと後輪駆動っぽい動きになるっていう。もちろんフロントは書いてるんで、完全な2駆とは同じにはならないんですけども、リアからこう、車が押してくれるような感じの操縦特性になります。で、逆にですね、フロントを少し強くすると、今度はですね、FF ベースの 4WD みたいな、分かりやすいところで言うと、三菱のランサーエボリューションとかですね、ああいう感じですね。もともとフロントエンジンで FF だった車を4駆にした場合の動きって結構フロントから引っ張っていく感じの動きなんですよね。で、同じ 4WD で4輪駆動はしてるんですけども、結構そのデフの効かせ具合でリアから押す車なのかフロントで引っ張っていくタイプの車になるのかっていうところを結構その前後のデフの効かせ具合で微調整できたりもするので、ちょっとそういうところもですね頭に入れつつ、自分の好みの操縦特性っていうのをいろいろ試してやってみるといいかなと思います。もちろんですね、前後にデフ入れなくても、例えばリアだけ普通のギアデフにしてフロントにボールデフを入れたりすると、今言ったようにちょっと前から引っ張っていくようなセッティングで、逆にフロントに普通のギアデフを入れてリアにボールデフを入れたりすると、さっき言ったリアを強めたようなリアから押していくようなセッティングっていうのが体感できますので、まずはボールデフ1個、ご購入いただいてですね、前に入れたり後ろに入れたりとかで、ちょっと操縦特性の変化をですね味わっていただければ、4WD のシャシのですね面白さが分かっていただけるんじゃないかなと思います。こういうのはですね肉のシャシではなかなかないので、4輪駆動ならではの特性になります。こんな感じでですね 4WD のシャシっていうのは結構やっぱり部品も多くて構成も複雑なので、いろいろ調整するところも多くて大変ではあるんですけども、そういったところがですね、セッティングの醍醐味っていうところが味わえますので、ぜひお持ちの方はですね、そういったところも試していただければ、今までとはですね、違った楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、AWD 用のボールデフの、調整の仕方と、セッティングに関してお話をいたしました。